ごいね。こんな大きい船、初めて乗った。なんだか、船内で迷子になっちゃいそう。そうなったら、二度と司に会えなくなっちゃいそうな気がする。さすがにそんなことは。でも、それぐらい広いよ。そうだね。大丈夫。俺がついてるよ。ねえ、どうして今笑ったの？だって司、すごく無理してるから。あ、声でバレバレだった。頼りにならなくてごめん。ううん。今のでちょっとだけ安心できた。緊張してるのは私だけじゃないって分かったので、司が一緒にいるだけで心強いよ。そう言ってくれるとありがたいよ。司？司？何？ぼーっとしてどうしたの？あ、ごめん。アイラのドレス姿がすごく綺麗で、本いつもよりずっと大人っぽいよ。当？ありがとう。そういうドレスを選ぶセンスはさすがコンスタンスだよね。俺じゃ選べないな。コンスタンス様々だね。俺のタキシードはどう？何？正直に言ってくれていいよ。なんだか着こなしてるっていうより服に着られてる感じ。なるほど。そっか。やっぱり人生経験の浅さが出ちゃうのかもね。司はスーツもいまいち似合ってない印象があった。もっとラフな格好の方が似合うと思う。私は普段見慣れてるターミナルサービスの制服姿が好き。好きなの？そっか。だったらタキシードが似合わなくても全然平気かな。あと20年ぐらいしたらきっと似合うようになるよ。先は長いな。一応こういう場所での食事のマナーは勉強してきたけど、うまくできるか心配だな。私はバッチリ記憶してきたので。ギフティアは一度覚えたことは忘れないもんね。そういうこと。でもアイラの場合、うっかりナイフを落としちゃったりする方が心配かも。それは私も心配。本日はようこそお越しいただきました。これよりお料理をお持ちいたします。あ、はい。よろしくお願いします。食前酒はお持ちしますか？未成年なので、大丈夫です。かしこまりました。では前菜からお持ちいたしますね。あ、よく考えたらアイラは食前酒は飲んでもいいんだっけ？大丈夫だよ。ギフティアは飲んでも酔わないし。もし仮に酔っ払ったらアイラはどんな感じになるのかな？酔っ払うことにあんまりいい印象はないので。和樹さんを見てるから？正解。司、私酔っちゃったみたい。アイラ、落ち着いて。俺だけを見るんだ。司。周りは見なくていいからね。そしたら寮の部屋でいつも一緒に食事しているのと何も変わらないって思えてくるはず。わかった。司だけ見てる。でも司だけ見てたら
出てきたかわからない。チラッと見るぐらいなら大丈夫だよ。そうよかった。やっぱりいざっていう時は頼りになるね。俺はアイラの彼氏だからね。照れくさいね。でも緊張するよりいいでしょ。安心する。つかさ、どうしよう。落ち着いて。でもオリーブがウェイターさんが踏んだりしたら大変。どういたしました？実はオリーブを床に落としてしまいまして。そうでしたか。どうぞお気になさらずに。すみません。アイラ、もう大丈夫だよ。ごめんね、つかさ。お店の人にも迷惑かけちゃった。謝らなくていいって。もっと自然に楽しもう。ウェイターさんだって怒ってなかったでしょ。みんなそれだけ大人なんだ。オリーブ一つで右往左往しない。俺たちはまだまだ子供だけど、だからこそそうした大人たちを見習ってできるだけ落ち着こう。それがここでのたしなみだと思う。つかさが今すごく大人っぽく見えた。そうちょっと開き直ったからかな。ありがとう、つかさ。私ももうちょっと開き直ってみる。そうこなくちゃ。宝石箱の中にいるみたい。アイラと初めて会った時の夜景とどっちが綺麗かな。私も同じこと考えてた。あの時アイラは泣いてたよね。今は平気？今は司と一緒なので。みんな頑張って仕事して笑い合って恋をして、そんないくつもの物語があの光の中には溢れているんだろうな。俺たちもその中の一つだよ。